でひっくり返します。うわー、美味しそうな焼き色がついています。この上に肉を乗せる、肉汁をこのソースに入れる。これでぐっとですね、ステーキと相性のいいソースになってます。はい、こんにちは、シェフのファビューです。今日は牛ステーキとイタリアの絶品簡単ソースを作っていきます。はい、それでは今日は茨城県庁さんとのコラボです。で、茨城県に常陸牛っていう、ブランドの和牛があるんですけど、今日はその和牛のステーキが手に入ったので、それに合わせたイタリアの絶品の、結果ソースをベースにしたソースをやっていきます。で、和牛っていうと、とっても美味しいんですけど、最後の方までちょっと重くって食べられないよねって方が多いと思うので、今日はそんな方に霜降りステーキと一緒に食べると最高に美味しいソースをこれから早速作っていきます。はい、それでは材料紹介です。常陸牛のランプ、トマト、赤玉ねぎ、にんにく、一味唐辛子、レモン、オリーブオイル、イタリアンパセリ、塩、黒胡椒です。はい、それではまずはこのランプ肉っていって、もも肉の中でも柔らかい部分ですね。で、このお肉を通常だったら塩をして脱水させて、臭みを抜いていくっていうことをするんですけど、いいお肉の場合はそれしなくて大丈夫です。で、焼き始める時直前に打って、で一緒に焼いていくっていうやり方を今日はしていきます。で、お肉はですね、1時間ほど前に出してちょっと常温柔らかくなった状態です。はい、それではもうソース作っていきます。で、今日はベースがケッカソースです。ケッカソースっていうのはトマトでニンニク、あとはもうオリーブオイルと塩と、イタリアンパセリが入ったりとかっていうのが基本のケッカソースです。それプラス今日は和牛なので、その脂っこさを洗い流すための酸味のレモン、そしてちょっとしたこの青みとか辛みの生の玉ねぎの中でもちょっとエレガントさがある赤玉ねぎです。そして、さらに辛みがちょっと一味唐辛子ピリッとしたのを入れていきます。で、トマトは今日は1個分 100g ぐらいのフルーツトマトを使っていくんですけれど、2人前ぐらいの量ですね。で、まずはヘタ取って小さな角切りにしていきます。で、トマトはこんな感じにスライスにします。で、スライスにしたトマトを倒して、でこれはお肉のソースになっていくので、でかい角切りというよりはちょっと、小さな角切りに。で、カットしたトマトはボウルに入れておきます。で、次は玉ねぎです。で、玉ねぎもちょっとした食感が必要なので、普通にみじん切りにするというよりはちょっとばらしてあげて、この玉ねぎに線を入れる。で、それを横にしてこのままカットしていく。そうするとこんな感じのちょっと大きめの角切りになるので、全部こんな感じにカットします。で、次はレモンです。で、レモン今日の最大のポイントは、これくし切りにカットしてあるやつですけど、包丁じゃなくてまずは手で皮と果肉分けます。で、分けたら手でちょっと果肉を開いていく。みかん剥くみたいな感じですね。で、そうすると果肉になります。で、通常はレモン果汁として絞っちゃうことが多いんですけれど、今日のソースの最大のポイント、この粒のまま使っていきます。で、実をほぐす。で、こんな感じで果肉だけ取り出して、でこの果肉をなるべく崩さないように、ちょっとこのボウルの中に裂きながら加える。そうするとレモンのこの食感とちょっと果肉感があるソースにすることができるので、こんな感じで混ぜておきます。そしてあとはこのレモンの皮、これも爽やかな香りなので、ちょっとグレーターとかで吸って皮の香りも入れておきます。で、グレーターがない場合は包丁で皮だけ削いでみじん切りにして入れるようにしてみてください。にんにくです。にんにくのすりおろしが少し。で、これはですね、和牛のちょっとファッティーなお肉焼くときにそれと同じぐらいのやっぱりパワーが必要なので、そのパンチという意味でにんにくのすりおろしです。生のにんにくがない場合はチューブでも大丈夫なんですけれど、チューブの場合はほんの少量入れるようにしてください。で、あとは爽やかさということで、イタリアンパセリを、細かくみじん切りにするというよりはちょっと粗くこんな感じです。
今材料カットが終わりました。でここにどんどん調味料を入れていきます。で今日は辛味の一味唐辛子です。この一味もね今日すごくポイントになってきます。そしてピリッとした辛味、胡椒で、黒胡椒はポイントなのは細かくじゃなくて粗挽きにした胡椒、ピリッとした辛味で、塩を入れます。で混ぜ合わせます。混ぜ合わせると、トマトを中心にもうすぐ水分がじわーっと出てくるので、これぐらい水分が出てきたら、これとだいたい同量ぐらいのオリーブオイル入れます。そしてこれを混ぜ合わせると、要は同量ぐらいでドレッシングができるので、とろっとしたソースが完成します。でソースはこんなとろっとした状態です。これでこのベースのソースは完成なんですけれど、この後ですね、お肉焼いていった時に出る肉汁も最終的に加えて完成というような感じです。ではこの肉に塩、結構たっぷりです。両面に多めに塩して、でもこのまま焼き始めます。で焼く時はフライパン、何フライパンでも大丈夫です。コールドスタートからです。でちょっと和牛で脂身も噛んでるお肉なので、そういう時は油引かなくて大丈夫です。このまま焼き始めていきます。でまずはですね、フライパンの温度が上がってジューってするまでやっていくんですけれど、今日この塩多く入った理由はですね、ずっとこう長い間焼き続けていくと塩が落ちるので、結局食べた時にですね、塩しっかりしてないと味が薄いお肉になっちゃうので、これぐらいの塩が入ります。で今ちょっと音が鳴ってきました。そしたらひっくり返します。ではこの上の面焼いたので、下の面も同じ時間焼いてコロコロ転がしながら加熱をしていきます。で同じ時間ぐらい焼いたらまたひっくり返す。でこうすぐ塩をして一緒に焼き始めると、フライパンにこう塩も焼けるんですね。でこの焼けた塩もですね、うまみの一つなので、この色すごく大事です。でお肉を焼くときはこう表面触りながら、今どれぐらい熱いのかっていうのを確認しながら焼きます。今もう一回ひっくり返して、で表面触ってみます。そしたらしっかり熱っていう状態です。で熱くなったらここで1回目取り出します。でこのお肉をここに乗せて、これから今焼いた時間と同じ時間ぐらい3分ぐらい休ませていくんですけれど、家にこの網バットない場合が多いと思います。で理想はもうこの網バットが一番いいんですが、ない場合はアルミホイルを用意していただいて、でくしゃっとします。でくしゃっとして上に乗せるとこういうボコボコなものができるので、この上に肉を乗せる。そうするとこれの何がいいかっていうと、要はお肉を休ませてる時に、今このアルミとかバットがない状態だとこのまま置いてしまうと肉の表面が熱いです。でこの接地面にそのまま肉が当たるので、火がこっちだけ入っちゃうんですよね。なので間接的に火をゆっくり入れてあげたいから、こういうものでかまして、できるだけゆっくり間接的に肉に火が入るようなコンディションを作ってあげます。でこの状態で少し休ませて、触った時に今まだちょっと熱いんですけど、それが気持ち温かくなるぐらいまで休ませていきます。はい、それでは2回目焼き始めていくんですけれど、最初焼いた時に塩が香ばしく焼けた跡があります。これはですね、肉のうまみと塩の表面の水分が飛んだうまみの塊なので、今日は肉塩として使っていきたいので、ちょっとこういうヘラとかでカンカンカンとやっていただいて、でこの茶色い塩をですね、仕上げに使っていきたいと思います。ではもう一回火をつけて、でこのお肉をまた焼いていきます。で2回目の火入れです。またフライパンの温度が上がるまで。でちょっとまた音が鳴ってきました。そしたらひっくり返す。
で同じように焼いていきます。でまだですねお肉には火が入ってないんですけど、それの、確かめ方、まだ2回目の火入れです。で今お肉を押します。そうすると押した跳ね返りがすごく弱いと思います。それがですね火が入ってくるとどんどんお肉が丸みを帯びて膨らんでくるので、跳ね返りが強くなっていくんですね。なので押してお肉の火の入りを確認するっていうのが、一般的なやり方です。繰り返す。で美味しいこのいい和牛とかステーキを焼くときはお肉自体がとても美味しいので、ちょっと牛だとレア気味でも美味しいんですね。だから火を入れすぎないようにちょっと気をつけながら押して火加減を確かめながら焼いていきます。で焼くときはとにかく何回もひっくり返してバランスよく火が入るようにやっていきたいので、表面が熱くなったらまたもう一回休ませていきます。で2回目休ませる時もこのアルミの上に肉を乗せます。でこの状態また少し肉が温かくなるまで休ませていきます。はい、そしたら3回目焼いていきます。で火加減はですね中火ぐらいで大丈夫です。で焼いていくとですねどんどんちょっと肉の表面に水分が浮き上がってきます。それは肉に火が入り始めた証拠です。で30秒ずつぐらいですね焼いていく。で徐々に肉の表面を肉を膨らませてあげるイメージで焼いていきます。で今3回目焼いてるところですけど、こういうお肉のステーキとかってやっぱりこういう美味しそうな焼き色がとても大切になってくるので、強火でガーッて焼かなきゃいけないというイメージがあるかもしれないんですけれど、コールドスタートして何回も肉を火入れしていく場合っていうのはですね、そんなに意識しなくても最終的に焼き色がつくので、普通に焼いていただければ大丈夫です。はい、それではまた3回目休ませていくんですけど、熱々の状態です。一回押してみます。そうするとさっきに比べると跳ね返りが強くなってきました。でこれで3回目休ませていきます。お肉から肉汁が落ちています。でこの肉汁こそがですねソースにとても重要なお肉のうまみなので、これを先ほどの結果ソースに加えるというようなやり方をしていきます。肉汁をこのソースに入れる。そうするとですねフルーツトマトのうまみと今肉のうまみが入りました。これでぐっとですねステーキと相性のいいソースになってます。はい、それでは今からもう4回目焼き始めるんですけど、休んだ後にもう一回跳ね返りを確かめるともうしっかりお肉が跳ね返ってきてる状態になったので、もう中はミディアムぐらいに火が入ってるんですね。なのでこれから最終的に焼き色をつけていきたいので、フライパンは強火にしてさっと表面を焼いて仕上げていきます。はい、最後は強火です。強火で気持ち煙が出るぐらいまで熱していきます。今日は鉄フライパンでやってるので、テフロンフライパンでやる場合は油を入れてから火をつけるようにしてください。で軽く煙が出てきました。そしたら肉の表面をカリカリに焼いていきたいので、ここで少量のオイルを初めて入れます。そして肉をさっと焼く。でひっくり返します。うわー美味しそうな焼き色がついています。で表面が焼けたのでこれで切り分けに入ってきます。
はい、これで常陸牛とスパイシーケッカソース完成です。はい、それではいただきます。これは美味しいですね。皆さんもこれはもう本当に幸せですね。この常陸牛の和牛の、甘み、脂の甘さとか、繊細な味わいっていうのはあるんですけど、肉の表面をしっかり焼いたので、肉本来の食感というのもしっかりありつつ、その脂をですね、このさっぱりしたスパイシーケッカソースがしっかり洗い流してくれて、香りがしっかりあって本当に美味しいです。先日茨城県庁さんのお仕事で茨城県の守谷っていう場所に行ってきました。でそこにはですね、常陸牛を育てている藤井商店さんっていう会社があって、そこでは牛を育てることから、流通するまで全てをやっている会社があって、そこでですね、常陸牛って結局何なのかっていうこととか、常陸牛についてですね、細かいことを社長さんに教わりに行ってきたんですね。でその時にやっぱり和牛っていうとすき焼きとかしゃぶしゃぶのイメージがあると思います。やっぱりサシの入ったお肉を美味しく食べるには日本料理のそういうものが理にかなっていて、ちょっとステーキってなると今日のようなソースとかがないと日本人にとっては重たくて食べづらいよっていう場合が多いと思うんですね。なので今回はこの常陸牛の美味しさをですね、どうやったら表現したら一番美味しく食べれるかなっていうことを考えて創作したのが今回のこのさっぱりしたスパイシーケッカソースになってます。でこのスパイシーケッカソースにはですね、いろんな意図があって、最初もちょっとお話ししたんですけど、まずはベースのしっかりとした今回美味しいフルーツトマトがあったので、フルーツトマトの甘みとうまみ、そしてこの和牛に負けないニンニクのパンチですね。でニンニクにもちょっと辛みがあります。でそして今回はこの酸味と辛みっていうのをうまく組み込むことによって和牛が美味しく食べれるので、ニンニクのちょっとピリッとしたすりおろした辛みで、唐辛子の辛み、そして黒胡椒の噛んだ時に広がるようなピリッとした辛み、そして玉ねぎの辛みっていういろんな辛みのレイヤードがですね、4つぐらい層が重なっていてうまくできるようなソースになっているので、このソースがあれば、今日の常陸牛以外にもですね、スーパーで買ってきたような黒毛和牛とかちょっとしたサシの入ったお肉だったら、このステーキ一緒にこのソースと合わせたら最高になると思うので、是非ですね、すき焼きとかしゃぶしゃぶ以外にもステーキで食べたらこういう楽しみ方があるよっていうことがですね、広がれば僕は嬉しいと思ってます。で今日動画で使わせていただいた常陸牛はもちろんなんですけれど、茨城県っていうのは野菜の生産量もトップの県で、あとはシェフは知ってる方はとても多いんですけど、本当に品質のいい野菜だったりとかブランドの商品もたくさんあります。でそのブランドとかですね、茨城の食材知りたいという方はですね、茨城を食べようっていうサイトがあって、今回僕が藤井商店さんに行かせていただいた面白い記事も上がってるので、よかったら概要欄から飛んでいってみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこの料理なんですけど、霜降りのお肉はちょっと重たいなって思ってる人にこそですね、今日のソースと一緒にぜひ作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。